それでは今回はこちらの四角いモチーフを編んでいきます。中心を細編みで編んで、2段目、3段目は玉編み風な編み方で編みました。4段目、5段目、6段目は長編みを中心とした編み方になっています。サイズの方なんですが、だいたい約11センチの正方形で編んでいます。まず使用した糸が、こちら、セリアさんで購入したエンジェルコットンという糸になります。使用かぎ針が3から4とあるんですけども、今回は5号針で編みました。まずこちらの玉編み風の編み方を4号針で編んでみたんですけども、ちょっときつく感じたので、5号針で編んだらちょうど良かったと思います。お使いの毛糸はもう糸は何でもいいので、それぞれ用意できるものを用意してもらって、それに合ったかぎ針を使用してください。それと、今回はこちらのモチーフを使って、モチーフのバッグを作ってみようと思っています。それも後日動画にしようと思っていますので、よかったら見てみてください。あと、それ以外に用意するものは、とじ針、糸切りばさみ、目印となるマーカーになっています。それでは編んでいきます。まず、糸端からだいたい20センチぐらいのところで、このように小さな輪を作ります。針を持ち、手前から針を入れて、奥の糸を引き抜きます。右手に持ち替えて、中指と親指でちょっとこちらを押さえておきます。この後、小指から人差し指に糸をかけて、まずこの糸端を少しだけ絞ってください。少しだけですね。完全に絞ってしまうとこの輪が潰れてしまいますので、あとこのままこの輪の中に細編みを8個今から編んでいきます。まず今右手に針に糸がかかっていますが、ここからまず立ち上がりの鎖編みを一つ編んでいきます。手前から針をかけて、輪の中に糸を通していきます。これで鎖編みが一つできています。この後細編みを編んでいきます。細編みは手前から輪の手前から針を入れて奥の糸を引き抜きます。今針に糸が2本かかっています。もう一度針に糸をかけてこの2本を一気に引き抜きます。これで細編みが一つ編めました。まず、細編みの最初一つ目、スタートの目に目印のマーカーをつけておきます。こうですね。ここに目印のマーカーをつけて、また針を元に戻して、ここから次2個目の細編みを編んでいきます。手前から針を入れて、奥の糸を引き抜きます。針に糸をかけて、一気に2本引き抜きます。これで2つ目の細編みができました。では同じようにもう一度編んでいきます。これで細編みが4つ編めてます。合計8個になるように細編みを編んでいきます。はい。ではこれで合計8個の細編みが編めました。数え方は、まず1つ、2、3、4、5、6、7、8、8個細編みが編めています。では次にこの少し長い糸端をちょ
ぐっと引っ張っていくと、このように輪が縮まっていきます。では、ここから、このスタートの目につないでいきます。目印のマーカーは一度外しておきますが、マーカーを入れた場所を覚えておいてください。ここですね。今ここに入れましたので、この手前から針を入れて、今度はこの糸を針にかけたら、そのままもう一気に2本引き抜いてください。これでぐるっと一周編めて1段目がつながりました。ちょっと残りの糸端をぐっと締めておくと少し中心がこのように閉じてしまうので絞っておいてください。では今これで1段目が編めました。では2段目ですね。2段目は1、2、3、4、5、6、7、8。8個の玉編み風を細編み一つに1個ずつ入れていきますので、まずこちらの編み方なんですが、まず最初は立ち上がりの鎖編みを編みます。鎖編みを1、2、2個編んでください。では、ここから長編みの途中まで編んでいきます。針に糸をかけて、一番最初さっきつないだ目、マーカーをつけてた目印のところの部分に手前から針を入れて、奥から糸を一気に引き抜きます。これで今3つ針に糸がかかっています。このまま針に糸をかけて、左側2本の糸だけを引き抜きます。これを今、一応2つできていますので、1つ目は立ち上がりの鎖編みで作って、2番目は今の長編みの途中までのやり方で編んでいます。ここに5つ同じように編んでいきますので、1、2ですね。で、3個目。これで3つ目。4つ目。5つ目。針に5本の糸がかかっています。これで1つの塊が完成なんですが、ここから手前から針をかけたものを5本一緒に引き抜きます。これで1つの玉編みが出来上がりました。ここから鎖編みを1、2、3、3つ編んでいきます。次に針を入れる場所なんですが、もうちょっとここ見づらいと思うんですけども、一つの細編みにこの一つの塊の玉編みを入れていきますので、次は隣の細編みなので、ここをですね、今入れた場所がここなので、すぐ隣のここから針を通しますが、その前に長編みなので、手前から針をかけて、そこから針を通して、糸を引き抜きます。で、もう一度糸を引き抜いて、この状態にして、これで一つ目が出来上がりました。で、同じく、今針を入れたところと同じ場所に、2個目、3個目、4個目、5個目。このくらいになるとちょっと針が少し、なんかもうスペースがなくなって、なかなかうまくいかないんですけども、この部分を少しこっちにずらして、うまくずらして、ギリギリのところまで持ってくると、なんとか入ると思います。これで、もう一つ編むので、1、2、3、4、5ですね。ここは、つなぎ目のところ、
鎖編みのところなので、1、2、3、4、5、5本糸がかかっています。これを引っ掛けて一気に引き抜きます。これで2つ目が出来上がりました。では、このまま鎖編みを1、2、3編んで、次の隣のところですね、に針を入れていきます。これで1個目、2個目、3個目、4個目、5個目、5個ですね。一気に最後まで糸を引き抜いて、1、2、3、3つできています。同じように、2段目はこの玉編みが8個できますので、最後まで編んで、ぐるっと一周編んでください。では、ここで、1、2、3、4、5、6、7、8、8個編めました。ここでよく見ると、ここに針が入りそうな場所があるんですけども、これはスタートの目につなぐつなぎ目なので、ここには針を入れません。これで終わりです。で、この後また同じく鎖を1、2、3編んだら、次につなぐのが、もうここですね。ここの一つ二つの間の輪のところに針を通して、今度はこのまま一気に引き抜いてください。これでもう自然につながりますので、これで2段目が完成です。で、続いて3段目なんですけども、3段目は、ここの一つの輪、ここですね。ここの輪の中に、今の編み方で2つ玉編みを入れていきます。2つ、2つ、2つと、同じ編み方で玉編みを編んでいきます。ではまず立ち上がりの鎖編みを1、2、2目編めました。ではこの後、針に糸をかけて、ここの輪の中に、ちょっと輪というか隙間ですね。隙間の中に針を入れて、これで、2個編めています。次3つ目。編み方は一緒です。3つ目。4つ目。5つ。合計5つ編めたので、これを一気に引き抜きます。で、鎖編みをさっきは3目編んだんですけども、2目だけでいいです。ここでは鎖編みを2目だけ編みます。で、この後針に糸をかけたら、また同じところですね。同じところに、同じように編んでいきます。これで、5つですね。編めたので、一気に引き抜きます。で、ここの1つの隙間に、この2つの玉編みが入っています。では、そのまま、1、2、2目鎖編みを編んだら、続いて隣のスペースに同じように編んでいきます。
ではこれで最後の玉編みまで編めました。ではここからまず鎖編みを2つ編みます。では次に、この輪ですね。ここの輪に同じように、さっきとここと同じように針を通して一気に引き抜きます。これで3段目がぐるっと一周編めました。続いて4段目ですね。4段目はここです。今この円だったのを、今度はここを四角に変えていきます。四角の変え方は、まず中心はここは細編みで編んでます。こことここは中長編みです。で、あとはここは長編みですね。このようにして丸いモチーフを四角に変えていきます。ではまず立ち上がりの鎖編みを編むんですが、まず一つ鎖を編みます。そこから、ここの輪の中に一つ細編みを編みます。まずこれが細編みですね。細編み一つ。で、鎖を2、3、鎖を2つ編んで、これで3つ、細編み、鎖で3つの編み目ができたので、これが立ち上がりの編み目になります。続いてこの中に、この輪の中に、長編みを3つ編んでいきます。手前から針をかけて、長編みを編むので、まず左2本を引き抜きます。そしてもう一度針をかけて、2本一緒に引き抜きます。これが長編みですね。これが長編みになります。針に糸をかけたら、このスペース同じところに糸を通して、糸を引き抜いたら、ここに3つの長編みができました。この3番目のところにマーカーをつけておきます。ではまた針を戻して、ではここから続いて隣のスペースに編んでいきます。隣のスペースには中長編みを編んでいきます。中長編みは針に糸をかけて、手前から糸をかけたら3本糸がかかってますが、これを今度は一気に引き抜きます。これで中長編みが編めました。同じく針に糸をかけて、3本かかったら一気に引き抜きます。これでここのスペースには中長編みが3目できました。続いて隣のスペースです。ここには細編みを3つ編んでいきます。もうそのまま何もせずに針を入れて、糸を引き抜き、同じように2つ、3つ、3つの細編みが編めました。で、次は、ここで編んだのと一緒の編み方ですね。中長編みを編んでいきます。で、中長編み、細編み、中長編みです。で、続いて隣のスペースには、ここと一緒の長編みを編みます。まず長編みを3目編んでいきます。3目編めたら、今度は鎖編みを3つ、1、2、3、3つ編みます。そして、また同じここのスペースに長編みを3つ編んでいきます。1、2、3。これで、丸だったモチーフは四角になってきました。長編み3つ、鎖編み3つ、長編み3
つですね。で、同じように次は中長編みを編みます。次は細編みです。次は中長編みです。で、次は角のスペースに来たので、長編み3つ編みます。そして鎖編みを1、2、3。で、もう一度同じ場所に、で、それでこの時にですね、ここにもスペースがあるんですけども、編むのは、その隣の大きいスペースに編んでいきます。これで2つ目の角ができました。では同じようにぐるっと1周編んでいきます。では最後、ここの中長編みまで来ました。で、次に、またここのスペースに長編みを編むんですが、最初前半の長編みを3つ編んでるので、もう3つをまた編まなければいけません。ここはまた同じく、ここのスペースに、1、2、3、ここに3つ入って、鎖を1、2、3目編んで、先ほど目印をつけたところですね。ここに針を通していきます。目印をつけたところに手前からもうこのまま V になっているところの手前からでいいので針を通して、ここは一気に糸を引き抜いてつなぎます。これで、1、2、3、4段目が出来上がりました。これで丸だったモチーフがこのように角ができました。続いて、こちらですね。今から編むのはこちらで、ここはもうただの長編みだけです。長編み編んで、角にも入れて長編みを編んでということで、同じ編み方で編んでいきます。まず、鎖編みを編んで、ここに細編みを一つ同じ場所に編んでいきます。今、繋いだ場所のところと同じところに針を入れて、まず細編み一つ編みます。そこから鎖を2つ編んで立ち上がりを作ります。ここで、これに対して、ここが1つつながりました。次に針を入れるのは、隣の長編みの頭、ここですね。ここに針を入れて、ここに針を入れてということで、同じ目の数で長編みを入れていきます。ちょっとここだけ少し見づらいんですが、この横に糸があるので、その頭、その下に針を通して、長編みを編んでいきます。このような形ですね。で、続いて、隣の長編み。あとは同じく、隣に編んでいくとスペースがあるので、ここじゃなくて、ちょっとこの輪っかになっているところですね。ここに針を入れていきます。
では最後の長編みまで編めました。続いて、ここのスペースには、まず長編みを2つ編みます。1、2。ここは数のスペースですね。まず長編みを2つ編みました。では続いて鎖を1、2、3目編みます。で、同じ場所に長編みをまた2つ編んでいきます。一つ前の段では、長編み3つ、鎖3つ、長編み3つだったんですけども、この段は長編みを2つ、鎖を3つ、長編み2つという編み方で編んでいます。ではこのまま隣の長編みに同じ長編みを編んでいきます。では最後ですね、鎖を3つ編んで、また同じところに長編みを2つ編んで、ではスタートの目につなぎます。すいません。マーカーをするのを忘れてしまいましたけども、1、2、3、3つ目のところの上から針を入れて、このまま糸をかけて引き抜きます。これで5段目が完成しました。では続いて6段目、最後ですね。最後も同じくもうずーっと長編みだけです。この角の部分にも長編み2つ入れるんですけど、鎖をここだけは1つで編んでいます。鎖3つだったのに対して、ここは1つですね。鎖1つだけです。では編んでいきます。では、同じく鎖1つ編んで、同じ場所に細編みを1つ編んでいきます。では3つ目の鎖のところにマーカーをつけておきます。続いて長編みを隣の長編みのところに編んでいきます。ではもう同じく長編みをぐるっと一周編み続けていきます。では角のスペースに来ました。角にまず長編みを2つ編んでいきます。長編み2つ編めたら、ここで鎖編みは1つだけです。1つ編んで、そのまままた長編みを2つ編んでいきます。で、続いて隣の長編みに、また長編みを編み続けていきます。では最後まで編めました。ではこのまま、まず糸端を20センチぐらい残したところでカットしておきます。で、糸をこのまま引っ張っていきます。ではここから最後の糸始末の仕方ですね。では閉じ針に糸を通して、このまま目印のマーカーをつけたところの隣の細編みの頭に手前から針を入れます。で、このまま糸を通して、マーカーは外しておきます。で、今度は、今ここから針を出てきたので、ここにまた戻します。戻すときは上から2本
2本すくったところの下から糸を出して、このようにちょっと自然に同じぐらいの大きさになってるかと思いますので、これで最後、戸締まりを使って糸始末をしていきます。では、このまま裏に返して、今度は、もうどこでもいいんですけど、数箇所ちょっと糸をすくって、擦れないように糸処理をしていきます。このようにジグザグに少し何箇所か針を通すんですけど、その時に、ちょっとこのように針が出ているので、針が出ないようなところを選んで、この辺大丈夫ですね。こんな感じで表を見ながら糸始末をしていってください。同じ色なので特に出てもそこまで目立たないとは思うんですけども、できれば表に出ないように後ろの方だけで糸始末をしていった方がいいと思います。で、ずっとこのままこんな感じで糸始末をしたら、少しだけ戻っていきます。そしたらあとはもう糸をカットしておきます。では今度はこの中心ですね。ここの糸始末をしていきます。では中心も、この最初細編みで編んだところの中心に少し何箇所か結構ギュッと絞ってるので、ちょっと硬いと思うんですけど、針を少しずつすくいながら、で、あとは今度はちょっとまた少し、そうですね、別の場所ぐらいに、針を通して、何箇所かジグザグに通して、あとは糸をカットしておきます。それでは完成です。ではこちらを今からアイロンをかけていこうと思います。まず本体の上にこのように当て布をした方がいいと思います。で、アイロンはスチームアイロンですね。スチームを使って軽くこのように伸ばしていってください。これでこのようにちょっとしっかりとした生地ができました。それではこのようにアイロンをかけたものと、最初にこちらは準備しているものです。アイロンをかけたので、シワシワがなくなって綺麗な編み地になっているかと思います。これでこの後はこのモチーフを何枚か作って、モチーフのバッグを作ってみようかと思っていますので、ぜひそちらの方もご覧ください。